空が青いな。はい、おはようございます。今日は12月の17日水曜日でございます。はい、ということでね、今日も、寒い朝を迎えておりますが、またね霜が降りてました。はい、ということで秋じゃががね、なんか霜でやられちゃいましてね、ほっといたらいいよとかっていう方もいらっしゃるんですけどね、どうなんでしょう、掘った方がいいんでしょうか、よく分かりませんが、はい、今日もね、リサイクルショップからお届けしますが、見てください、これまた洗濯機がとね、そこに冷蔵庫も入ってきたんですけど、はい、ちょっともう置く場所がなくてですね、はい、困っちゃったもんでございます。はい、ということで、今日もね、一日頑張ってまいりたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは、毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。はい、こちらね CD でございます。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、ちょっとまた今日もいろいろ商品が入ってきましてね、こちらね、珍しいでしょ、細穴機械、それと洗濯機、もうちょっとね、足場がないぐらいいっぱいでございましてですね、はい、これまた化粧台ですかね、化粧台、はい、そして電気安価、懐かしいですね。そしてこちらがね、スーツケースと、サーファーが使うようなね、シャワーがついた、こう手押し付きのポンプ、はい、そしてね、絵とかも入ってきましたし、こちら、昭和のね、ホットプレート、はい、そんな感じで、あと毛糸とかもね、ありますし、オフィスチェアもありますしね、あと布団もありますし、はい、こちらも電気あんまとあんかかと、ホットカーペットとこたつですね。はい、またいろいろ入ってまいりました。ということで、あとね、こちらね、昭和のこれも大量に入ってきましたね。下がね、埋め込み型のダウンライト、そしてシーリングライト、この柄がね、昭和っぽいでしょ。はい、シーリングライト、そして玄関灯と、あとね、スポットライトですね。はい、こんな感じ。これが入ってまいりました。あとちなみにここにね、冷蔵庫も入ってまいりました。はい、あとこっちもね、業務用冷蔵庫と、こちらも業務用冷蔵庫、はい、水槽もありますけどね。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということで、今日もね、また午後から、古民家の方行って、モルタル練り練りしていきたいと思います。寒いんですけどね、はい、頑張ってやっていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月からのドローンいたします。ドローン、はい、ということでね、今日もですねちょっと息が上がってますけど、モルタル練り練りして片枠に、セメントコンクリをね流していきたいと思います。はい、ということでね、今日はなんかちょっとだけあったかいかな。はい、どこじゃいらないんでね、はい、
ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、午後から古民家の方にやってまいりまして、モルタル練り練り始めました。はい、手練りでね。はい、で奥がね、モルタルミキサーなんですが、初日にちょっと使って、動かなくなっちゃったんで、諦めて手で練ってるわけでございます。はい、そしたらですね、今日はね、何人か他の職人さんがいらっしゃいましてですね、いや実はねモルタルミキサー動かないんですよ、だから手練りでやってんですよって言ったらですね、マジで手練りでやってんのって驚かれましてですねそれでねちょっとここのご依頼主さんにですねなんか言ってくれたらしくてですね、はいどこが悪いの、どうなったらいいのみたいな感じでね言われまして、はい、1回目は動いたんですけど、もうちょっと回らなくなっちゃったんですよということでね言って、でもしかしたら溶接機があれば、治るかもしれませんみたいな感じでね、はいこちら、なんと溶接機が出てきましてですね、はいこちら半自動の溶接機なんですが、ここでちょっとね溶接して鉄筋棒なんですけど、ちょっと短いやつを溶接して、そしてね、引っかかりを作ってあげれば回るんじゃないかなと思いましてですね、そして、溶接し始めました。はい、ちょっとこれで動くかどうかは分かんないんですが、とりあえずなんとなくそんな感じで動くんだろうと思って、溶接機がね出てきましたんで、私も素人でございますが、とりあえず溶接だけしてみてですね、動くかどうか、確認しております。はい、でこれ動いてくれたらね非常に楽なわけでございますよ。はい、で動くかどうかね、こちらがプロペラ、はい、を上から重ねまして、いわゆるこの引っかかりのところにね、引っかからずに空回りしちゃうと、モーターは生きてるわけですね。はい、ですのでちょっと動かしてみてどんな感じかチャレンジしてみます。動くよということでね、動くようになったんですが、いろいろここにですねセメント入れたり、砂入れたり砂利入れたりするとですね、はい、動かなくなっちゃうわけですね。はい、そしてね初めてこの溶接もやったもんですから、ちょっとねやっぱり溶接が弱くてですね、はい第1回目、ここでモルタルをね練ろうと思って、セメント半分砂半分砂利半分をとりあえず入れたんですよ。はい、そしたらね、この時点ではね回るやん、うまくいったやんみたいな感じでね思っておったわけですが、はいここで水を入れて攪拌して、そしてね砂利を入れて動かなくなりましたね、止まりましたね。はいという感じで、負荷がかかると、空回転してしまうということで、しばらくやってましたら溶接したね鉄筋棒も取れてしまいましてですね、私も溶接初めてというか素人なもんですから、ちゃんとね溶接できてなかったということでやっておるわけですが、これまたね今度砂利入れたらですね、はい完全に止まって、最後はつけた鉄筋棒が全部取れてしまいました。はいということでもうしょうがないのでね、とりあえず1回全部、コンクリを出しまして、はいそしてね型枠に流し込んでですね、はいそしてまずモルタルミキサーを空にして、もう一度水で、洗い流してですね、はいそれから、再度ね、溶接チャレンジということで、やっていこうということで、もう一度ね、溶接し直しました。今度はね点溶接ではなく、ぐるりとね鉄筋の周りをぐるりと一応溶接して、はい今日はねとりあえずこれで、時間切れとなりますので、次回ねまたやっていこうかなと思っております。はい鉄筋棒をやってね、
溶接して、その上をね、いらない部分をサンダーで削り落とします。はい、で一応、空回転では回るというところで、本日は以上となります。はい、ということでね、本日の作業内容こちらになります。溶接してね、鉄筋棒溶接して、ここに引っかかりを作って回転させるようにしたということでございます。はい、これがねうまく回ってくれればいいんですけどね。はい、ということでこちらがね、溶接した箇所、ちょっと汚いですね。初めて溶接なんでね、汚いですが、はい、そしてこちら型枠の方を、手前側ね、ほぼほぼ満タン入るようになりました。で奥側がね、もうちょっと、足りませんので、はい、次回やっていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということで、今日はねモルタルミキサーを直しまして、使えるようにしましたが、大失敗ということで、次回またねやっていきたいと思います。ということで、もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ニンゲッツ。